皆さんごきげんよう、上川かーるです。2026年最初の動画です。皆さん明けましておめでとうございます。今年もまた1年私の動画を見てくれると嬉しいです。私の作っている動画は基本的に私の意見がかなり載せられた状態ですから、それだけにちょっと客観性という意味においては問題があります。しかし今、客観性というものを確保すること、それ自体が難しいような状況が様々なところで起こっています。例えば、中立的な公平な立場からの報道といったものが求められるマスコミ業界においては、かなり偏向報道といったものも見られるようになりました。以前からあったんですけれども、それがより強まっているというふうにも思ってしまいます。例えば、ここ最近話題になっているのが東京新聞の高市政権に対する記事です。東京新聞、新年に寄せて熱狂に歯止めを。中国何するものぞ。進め一億火の玉だ。日本国民よ、特攻隊になれ。ネット上には威勢のいい言葉が溢れています。ロシアによるウクライナ侵攻やパレスチナ自治区、ガザの惨状を目の当たりにして中国の急速な軍拡に恐怖を感じるのは仕方ありません。ただ、戦争をせずに外交によって問題を解決する意思や努力を放棄すべきではありません。高市早苗首相の存立危機事態発言後、トランプ大統領ですら自国、自分のため日中間の対立に懸念を示し、対立のエスカレートを避けるよう高市首相に要請しました。といったような記事を出すぐらいに報道はかなり自分の政治的な意見というものを声高に叫ぶようになりました。しかもこの記事は非常にインターネット上で話題になっている理由というのは、ここで書かれている前提条件が全くの捏造だからです。この記事の冒頭部分においては、中国何するものぞ、進め一億火の玉だ、日本国民よ特攻隊になれという言葉がネット上に溢れていますよというのを前提とした上で話を進めています。ところがこの前提そのものが実際には存在しません。なぜならば、インターネット上にはこれを検索すればそのようなことが実際にあるかどうかを誰でも確かめることができるからです。インターネット上で検索した場合、これらのキーワードが出たのはこの記事を元にして発言している人であり、この記事の前にはこのような発言が溢れ返っている状況というものは全く存在しませんでした。つまり東京新聞はありもしないことを妄想話で記事にしてそれを公にしているという、かなりやばいことをしているわけです。しかしここで忘れてはならないのが、高市政権に対するマスコミ報道関係者らの意見として、積極的に高市政権の足を引っ張ってやろう、何としてでも支持率を下げてやろうという人が、かなりいるんじゃないかと指摘されていることです。以前にも報道カメラマンが高市政権の支持率を下げてやる、そういった写真を撮りまくってそれらを掲載してやるぞみたいな発言をしたことからインターネット上でかなり話題になりました。これは決してどこかの報道新聞の経営陣や編集長といったそういった役職にある立場の人間ではありませんでしたが、カメラマンがそうした意図を持って撮影した写真をそれを採用する、そしてそれらの記事を作るといったところにもある程度話が通るからこそ、そうしたカメラマンの声といったものが現場の生の声として現れているんだと思います。そういった意味で2026年というのは高市政権に対する正当な評価ではなく、いかにして足を引っ張るか、誹謗中傷するか、デマを流すか、そうしたことが積極的に組織的にやられる可能性が高まる年だと言えます。一方、もう一つのインターネット上における声も、これもまた注意しなければなりません。なぜならば、情報発信の手段というのはもうほとんど誰にでも使うことができる状態になっています。私自身も YouTube で情報発信をしているわけですが、別にこれが何か特別な資格や特別な機材が必要かといえばそういったわけでもありません。もはや誰にでも情報発信ができる時代になっています。しかも厄介なことに、積極的に間違ったことを発言し、それによってお金稼ぎにつなげる、そういったビジネスモデルもどんどんと開発されています。ですから、中立や公平性といったものを求めるのは非常に難しく、むしろどのような意見かというのを最初に提示した上で、この人の意見はこういった方向性なんだなというのを分かった上で、ある程度選別された情報を取得する方がより
安全性が高いかもしれない時代へと突入しているわけです。そして厄介なのがこうした国内の事情だけでの話だけではなく、外国勢力からの影響力といったものもこれからはどんどん増してくると言われています。昔であれば例えば犯罪者集団が日本における詐欺を行うときに日本語が拙くてもしくは誤字脱字がひどくて、これはもうむちゃくちゃな日本語だから絶対これは騙されないぞというようなことが簡単に言えるような時代がありました。しかし現在においては生成 AI の活用といったものをいかにして犯罪へと活用するかについても研究がなされています。ですからやり方そのものは古いんだけれども、一つ一つの行動そのものが洗練されてより多くの人が騙されてしまう、被害額が上がってしまうといった現象が起こっています。こうした犯罪だけではなく政治的な情報の操作やプロパガンダの浸透などについても同様に生成 AI の悪用といったものが拡大するものとみられます。最近では動画の創作においても非常に精度が高くなっており、以前だったらもう一目見るだけでこれは生成 AI が作ったんだなと分かったものが、今では注意深く見ても分からないといったようなものもどんどんと出てくるようになりました。それらの偽情報の拡散といったものも、バカさえ騙せればそれで十分だというふうにして目標を低く設定していれば、日本国内における混乱やもしくは分断を図ったり、特定勢力に対するポイントの上下といったものも操作できる時代へと突入しかけているわけです。しかもこれはどんどんと人力から AI の活用に伴う自動化の時代へと突入していきます。それだけに物量という面において圧倒的に以前より状況は悪化するわけで、より誰が発信している情報かといったものをより選別する必要が出てきます。YouTube においては非属人性の動画といったジャンルがあります。これは一体誰が作っているかもわからない。しかし大量に動画が出てくることにより YouTube のおすすめに載ることによって再生が回り、それによって関連動画がどんどんと閲覧され、多くの視聴数がある、そして多くのコメントが入っているから、これはきっと正しいのだろう、もしくは多くの人が認めているんだろうと、ある種実体のない世論といったものを作り上げるシステムも浸透することになります。かなり厄介な時代へと突入したなというふうにも思うわけですが、逆に言えば自分自身もそうしたものを武器としていかにして活用するかを考えなければなりません。ちなみに高市政権の話ばかりしましたが、大きな枠組みとしては、まずは外の環境の変化といったものが日本に対する変化を強制するようなことになっています。安全保障の問題もそうですし、経済問題もそうです。基本的に日本国内の事情だけで考えればいいといった時代はもう随分昔のこととなり、もうどんどんと海外からの影響を強く受けつつ、日本がじゃあどう対応しなければならないかといったことを考えなければなりません。去年行われた選挙においてもそうで、外国人問題が大きな争点化したのは、これが日本国内の話だけではなく、日本がいかにして世界とつながっているかを如実に感じさせる話題だったからです。幸い高市政権はこの問題に対して対処することを表明し、実際に動き続けています。もちろん対策が不十分かもしくは遅いといったような指摘はあるでしょう。これは得点の付け方で100点満点じゃなかったらもう全部0点にするんだといったような考え方では、どの政権が発足したとしても0点になってしまうでしょう。現実問題として30点、40点、50点であろうとも少なくとも0点の状態から良くなったというのをよくよく見ておかなければなりません。その上で50点まで進んだんであれば、そこから先100点に伸ばすまでの間にどのようなことが必要か、そうした前向きな批判といったものが重要になるでしょう。そして外に目を向ければの話として、ロシアによるウクライナ侵攻は2022年の春から始まったわけですが、それ以来ずっとロシアは攻め続け、それでもなおドンバス地方一つすら落とすことができていません。結局のところ一番最初の全面侵攻のその最初の時期だけしかうまくいっていないというような事情があります。ただしロシア側の視点に立てば、たとえそうであったとしても本格的な侵攻前に比べれば大きく占領地を広げたことができたことから、これをもってして我々は勝利しているんだという主張をプーチン大統領側はしています。
アメリカのトランプ大統領はウクライナに対する軍事支援を行わず、ウクライナに対して妥協を迫るといったような外交交渉を繰り返し行っています。一方、ウクライナ側は朝鮮戦争方式の前線凍結による休戦へと持ち込むといったことを考えており、この両者のせめぎ合いといったものは今年もまた続くことでしょう。どこかのタイミングで話がまとまる可能性もあるわけですが、同時にトランプ大統領のやり方そのものではヨーロッパ側、そしてウクライナを納得させることは難しいことが十分あり得るわけで、トランプ大統領の空転外交といったものも今年も続くかもしれません。2022年以来、このチャンネルもほとんどロシアによるウクライナ侵略の話ばっかりのようなことになってしまいましたが、別に私自身は戦争の専門家でもありませんし、軍事兵器の専門家でもありません。しかし、一般市民から見た場合における視点として、おかしなことをしているのはロシアであるといったこと、これは指摘し続ける必要があります。この感覚そのものを忘れてしまうと、軍事力が全てであり、軍事力を使う側の意見といったものを尊重しなければならないという、かなり恐ろしい世界を招いてしまいます。日本における防衛体制の強化をしなければならないという話も、結局のところ私たち自身の生活を守るためですし、決して何かの理想論に基づいてそうあった方がいいというような話ではないのです。とはいえ、現実問題として戦争がずっと続いている状況は、もはや戦争というものが日常化し、日本人自身も戦争というものがあっても何にも感じないような状況を生み出してしまいました。それだけに日本自身が関係する紛争や戦争といったものも十分あり得るといったようなことがどんどんと近づいてきているように私には思います。さて、2026年の私の行動なのですが、引き続きウクライナ情勢についての話をし続けますし、また日本国内の政治についてもお話をすることでしょう。ただし、それだけではちょっと私の生活そのものが成り立たないレベルになってきましたから、いろんなジャンルの話を少しずつかいつまみながら生きていくための動画も作ろうということを考えています。それだけにこのチャンネルの動画、ちょっと様々な方向性に右往左往するといったようなこともあるとは思いますが、その点はちょっとご了承くださいとしか言いようがありません。というわけで今回の動画は今年1年の私の抱負みたいな話をしました。これからも私のチャンネルの動画をぜひともご視聴ください。そして私の活動を応援したいよというような気持ちがある方はぜひともメンバーシップに加入するなり、もしくはこの動画の概要欄に Amazon の欲しいものリストなんかも載せているので、プレゼントを買ってくれる人がいてくれると嬉しいです。それでは2026年もまた1年よろしくお願いします。あっという間に1年が過ぎ去ったなと思ったわけですが、同時に来年の今頃もまた同じようなセリフをきっと同じように話していることでしょう。その時に2026年が明るい年だったなと言えるような状況であってくれることを祈るばかりです。それではまた次の動画でお目にかかりましょう。またね。